疲れた。1時間もかかった。昔のフランスの貴族はよくこんなところに来たよね。フランスを象徴するベルサイユ宮殿はなぜこんなにもパリから遠く離れたところにあるのだろうか。この質問に答えるためにまず17世紀の貴族の一日に突入しよう。朝は王の好みによって分けられて与えられた部屋に寝ていた貴族は全員同時に7時に起きて3つに分けられた王のルヴェを拝見していた。王の整髪、髪切りのお手伝いはプチルヴェという時に、王の気に入った貴族にしか任せられなく、おめかしのお手伝いはグランルヴェという時に最高の偉人が行っていた。昼食になった時、エチケットに従って貴族は王の食事を鑑賞していた。その中でもし王がお水を求めた際に、ある家臣から家臣へと階級の順番に沿ってコップを王に渡すという儀式が行われていた。エチケットは宮殿に住んでいたすべての貴族が守らなければならなかった規制だった。ラフォンドという貴族の激しい一揆のせいで幼い年でルーブル宮殿から逃げないといけなかったトラウマを受けたルイ14世が貴族の放棄を防ぐためにこのような貴族を従わせる規制を作った。それは着衣であったり、王には必ず背を向けてはいけないなどといった王に対する態度であったり、エチケットはできるだけ貴族を操るためにどんな日常生活の面も規制していた。夜は武道会、王の食事中は立ちっぱなし、太陽が寝れるまでベルサイユ宮殿の中心にある王の部屋で王を囲うなど忙しい一日の終わりを迎えた。しかし王の眠り、クシェを見守る際、裏では悪夢が起きていた。この時間に貴族らは自分らの階級を知ることができたのだ。王が寝静まる間、貴族は王の周りに何列にもなって集まっていた。貴族は王に近ければ近いほど位が高く、王に気に入られ、遠ければ遠いほど位が低かった。そのため、廊下に置かれた貴族は一番位が低く屈辱的な思いをした。貴族は一日で全てを失うことができた。例えば、王に一番近い1列目にいた貴族が5列目に移動された場合、これは王が貴族に警告をし、その貴族は軽蔑された。それによって、貴族にとって王の寵愛は全ての望みを叶えるか、全てをぶち壊すか、運命的なものであった。ルイ14世は貴族を無力化し、貴族が強い社会を破壊しようとした。このように、ルイ14世はフロンドの乱がトラウマで、パリ市民を警戒し、あえてパリから遠く離れた安全なベルサイユに宮殿を作った。そして華麗なベルサイユ宮殿はルイ14世の絶対権力を強める道具であり、貴族が政治に関与しないように様々なエンターテインメントを提供し、貴族らを宮殿と王に依存させた。